ルの倍率があったり、1.5 倍2倍とここにはステッチの上を縫っていき、こんにちは、副工房の小村です。今回はフレンチスリーブの囲み製図で解説していたフレンチスリーブブラウスの装飾その2ということで、このフリルの付け方を説明していこうと思います。で、フリルといっても、フリルの倍率があったり端の始末があったりいろいろ迷われると思うんですが、だいたい端の始末というと、これは両端を三つ折りしています。これは三つ巻きのアタッチメントを使って三つ折りしたんですが、これはアタッチメントを使って三つ折りをしてもいいですし、あとアイロンで三つ折りにして端を縫う三つ折り始末でも良いです。そしてこれは前回も巻きロックの仕方というのをその位置で解説をしてたんですけども、この巻きロックの始末、あとはこの立ち端がバイアス立ち切りの3つ、この3つでやっていこうと思います。あと倍率なんですが、ギャザーの倍率というのはきっちり決めといた方がいいんですが、これはちなみに巻きロック 1.5 倍2倍とここには書いてるんですが、1.5 倍っていうのは15センチを10センチに縮めたもの、2倍というのは20センチを10センチに縮めたもの、これで倍率が決まってきます。で、1.5 倍だとやっぱりちょっと少なめ、抑えた感じになって、2倍だと1.5 倍より、もちろん多いですが、こんな雰囲気になります。それであと端ミシン、端三つ折りミシンの場合はこんな風になってきます。これ 1.5 倍2倍となっています。巻きロックと端三つ折りミシンと比べると、巻きロックは端がしなやかな感じなんですが、三つ折りの部分はちょっとカクカクしてますね。でも三つ折りは安定感があって、これも良いと思います。皆さんの持っておられるミシンの種類によって、ロックミシンを持っていないとこの巻きロックというのはできないので、ロックミシンを持っておられない方はこの三つ折り、またはここにはちょっと倍率は示してないんですが、この立ち端立ち切り、バイアス立ち切りでも良いと思います。ただバイアス立ち切りだとちょっと葉弱がたくさん長い距離でする時にはたくさん葉弱がいったりするので、注意が必要ですね。ちなみに立ち端どうなるかというと、これもう10年ぐらい前に作ったブラウスなんですけど、これは端が立ち切りになったバイアス始末のフリルになります。これも何回も何回も選択してるんですけど、バイアスなので地の目が通っていないっていうことでほつれはしないです。ただ少しずつちょっとケバケバしてくるんですが、これもこの味になるというか、経年劣化というか味になっていい雰囲気になってきます。この端は大丈夫なんですが、ただバイアスで取ると、この端は大丈夫なんですが、この部分は地の目があるので、こうやって取ると地の目通ってるためにどんどん外れてきます。なので端だけは三つ折りをすることが、三つ折りをしたり端始末をしたりすることが必要になってきます。今回はこのフレンチスリーブの裾にフリルをつけていこうと思います。今回はこの巻きロックの2倍というフリルの分量でやっていこうと思います。これの
寸法の出し方なんですが、まず均等に寄せないといけないので、これを縫い付ける 1.5 センチ上に縫い付けるので、この部分で、前身頃だけで 54.5 になります。そして、これが2倍なので、これの2倍かける2、54.5、54.5 かける2、109センチ前身頃だけで必要になります。で、本当はぐるっとつながってるといいんですが、なかなかそれだけの葉弱が確保できなかったりすると思うので、ここでハグとして、今これはこれ脇になるんですが、はぎ目の部分を縫ってきています。あとプラス縫い代をつけて111センチ前身頃で必要です。そして後ろ身頃も同じように測ってかける2倍をした寸法のものを準備してきます。これはもう3センチ幅で巻きロックをしてきたものになります。片方の脇はもう剥いでいます。もう片方を剥いで、真ん中にギャザーを寄せてきます。このギャザーの寄せ方はその位置、装飾のその位置の方でギャザーの寄せ方も言っていますので、それを参照してもらったらいいと思います。縫い目を粗くしてギャザーを寄せていきます。これは真ん中を縫います。3センチ幅なので 1.5 センチ幅のところを縫っていきます。半分ずつで縫います。脇の部分を縫っておきます。ギャザーを寄せてきたので、身ごろと合わせていきます。その時にギャザーが均等に寄るように必ず印を入れてください。4等分の位置に、後ろも前も4等、前は前で4等分、後ろは後ろで4等分の位置に印をしていきます。同じようにこのギャザーを寄せたこの紐も4等分の位置に印をしていきます。身ごろに印を入れました。次にこのフリルにも入れていきます。これでギャザーを寄せていきます。脇を合わせます。ギャザーの糸を上糸だけ引っ張って縮めます。これで印通りに合わせていきます。硬いものを下に入れると待ち針が立てやすいです。合い印と合い印の間は目で見て均等になるようにギャザーを寄せて
待ち針で留めていきます。この位置はどの位置につけても良いのですが、今回この裾とこのフリルの端が合うように合わせています。前身ごろがセットできました。後ろ身ごろも同じようにしていきます。フリルの前後待ち針で留め付けました。これでミシンで縫っていきます。身ごろにフリルを縫い付けていきます。ギャザーを寄せたステッチの上を縫っていきます。端から 1.5 センチのところを縫っていきます。裾にフリルをつけてきました。こんな感じになっています。もう一つこのフリルは 1.5 倍で幅も広くして端は立ち切りにしてバイアス使いのフリルを真ん中につけています。フリルをつけてきてこんな雰囲気になりました。フリルをつけるだけで雰囲気がとても変わりますので、皆さんもいろいろなアレンジをして楽しんでみてもらえたらと思います。